はい、皆さんこんにちは。日本語作文1、間違いから学ぶ日本語作文ということで第2回目です。今日は前回と同じように自己紹介を書くというトピックですが、少し前回のものとは違った表現を使ってみたいと思います。では行きましょう。最初にいつものようにポイントから始めましょう。文法です。今日はテイルフォームを使ってみようかと思います。それからいろんな助詞が出てきますから、そちらも一つずつ確認していきたいと思います。そして動詞を名詞にするという表現も勉強しておきましょう。表現ですけども、名前の言い方。前回は私はメアリーですというような言い方を説明しましたが、それ以外にも少し違った表現がありますから、皆さん自分の使いたいものを自由に使えるようにしてください。20という数字、これは日付を言うときや年を言うときにちょっと違った言い方、読み方をしなくちゃいけませんから、そこも確認しておきましょう。それから毎日の行為、どういうふうに表現するのかについても見ておきたいと思います。街の名前、スポーツの名前、カタカナですが、どういうふうに確認していけばいいのかということについてお話ししたいと思います。最後は文字です。ひらがな、カタカナ、漢字、自己紹介、前回のものよりもちょっと難しい文法を使った紹介文の時に、どんなカタカナ、漢字を使わなくちゃいけないのか、この辺も確認しておきたいと思います。では行きましょう。自己紹介です。まず私が読みますから聞いておいてください。はじめまして。私の名前はソフィーです。フランス人です。20歳です。私はパリに住んでいます。大学で日本語を勉強しています。2年生です。趣味はテニスと絵を描くことです。どうぞよろしくお願いします。はい。ここまで101字でした。ね。前回よりもちょっと長いというぐらいですね。はい。自己紹介なので前回も言いましたが、はじめましてとどうぞよろしくお願いします。これを最初と最後にしっかり書くようにしてください。では、文法を見ていきましょう。最初に、テイルフォームです。住むの時はテイルフォームを使います。パリに住んでいます。これがもう今、パリに住所があるという状態を表しています。英語とか、他の言葉から想像して、そのまま翻訳した場合、こんな感じになると思います。パリに住みます。日本語でこういうふうに言うと、まだパリに住んでいない、もうすぐパリに引っ越しますという未来のことを意味することになりますから、今もうパリにいます。パリにアパートがあります。家があります。ということであれば、テイルフォームを使ってください。はい、次です。これが一般的なテイルフォームの使い方と考えていいですね。勉強していますとあります。私は大学で日本語を勉強しています。勉強する漢字で書くとこうなります。はい。この文ですが、2つの可能性があります。1つは、専攻は日本語ですということで、今の自分の置かれた立場みたいなものを表しています。つまり、私は学生です。専攻は日本語ですというふうな意味です。もう一つは、本当に今、この瞬間、何かやっているということを表すテイルフォームです。今、まさに日本語を勉強しているということを表すテイルフォームです。次です。今度は助詞を少し説明していきたいと思います。最初です。日本人がよく言う難しいおというやつなんですが、皆さんひらがなを最初に勉強したときにおが2つある
ということに気がつかれたかと思います。この一番最後の方に出てくるやつと、最初の方に出てくるこのおですね。こちらのおは、Direct Object を表すときに使うおで、こんな風にね、本を読みます。読むという動詞の Object は本ですから、本をというときに、このおを使います。絶対にこんな風には書きませんから気をつけてください。はい。次は、でです。ではですね、場所を表す助詞です。英語で言うと in とか at とかいうことですね。はい。ここは大学で日本語を勉強している。ここでは家でテレビを見ます。このように、では場所を表すときに使う助詞ということを覚えておいてください。次の助詞、とです。英語で言う and ですね。気をつけなくちゃいけないのはですね、との前と後ろは名詞でなくてはいけないということです。サッカー、テニス、両方とも名詞ですね。大丈夫です。これを例えば、食べると寝るです。こういうふうな言い方はダメです。食べるというのは動詞です。寝るというのも動詞です。とを動詞で挟むということはやってはいけません。あるいは、サッカーと食べるです。それもダメです。暑いと冷たいです。形容詞もダメですね。それで、ここにとがありますが、テニス、これは名詞ですね。そして、絵を描く。この描くというのは動詞です。でも、とを使っている。この動詞を名詞にしちゃいましょうというのがこのポイントです。私の趣味は映画を見ることです。X は Y です、フォーム。前回言いましたが、このですの前の Y っていうのは名詞でなくてはいけません。今、映画を見る。これ、動詞です。この見るを名詞にする。それがこのことです。趣味は映画を見るです。それはダメ。趣味は映画を見ることです。これは OK。このことはその前の動詞を名詞にする言葉です。ということで、ここのテニスと絵を描くことは、との前と後ろ、両方とも名詞になっているので OK です。では表現に行きましょう。自分の名前を言うとき、前回の動画では、私はメアリーですを使いました。今度は、この主語、私はから私の名前はに変えてみました。私の名前はソフィーです。これでもいいです。それから、私は何々と言います。これも名前を言うときの一つの表現です。私は何々と言います。この中に自分の名前を入れれば OK です。ちょっと変な感じがする言い方かと思いますが、敬語を勉強したときに、私はソフィーと申しますという言い方も学習するかと思います。申しますというのはこの言いますの丁寧な言い方というふうに覚えておいてください。次は20です。日付を言うとき、あるいは年齢を言うときにはちょっと特殊な言い方になりますから気をつけなくちゃいけません。20歳です。漢字で書くと20歳なんですが、これを20歳と言いません。歳は年齢を表す助数詞というふうに考えていいんですが、20歳っていうのは漢字で書くと歳は含まれていますが、読むときには歳は現れません。20歳と書いて、20歳と読まなくてはいけません。これを20歳歳というふうには読まないようにしてください。同じように日付20日と漢字では書きますが、読むのは20日と読まなくちゃいけません。20日日はダメです。20日だけです。いいですね。
この20番、20歳と20日、しっかり覚えるようにしてください。街の名前です。パリ、ロンドン、ニューヨーク。こんな風に有名な街はカタカナあります。これぐらいの街のカタカナ覚えるようにしてください。それ以外にそんなに有名な街ではないけども、カタカナがあるかもしれない。それはですね、ウィキペディアで調べるのがいいかと思います。例えば、オランダ語でライデンっていう街が、あるんですけども、有名な街というわけではないんですが、ひょっとしたら日本語でカタカナあるのかな、調べてみるとありますね。ライデンというふうに書いてます。もうそのままライデンと書くのがいいかと思います。こんな風に自分の住んでいる町、そんな大きい町ではないし、有名かどうかもちょっとわからないということであれば、自分の言葉、あるいは英語のウィキペディアにまず行って調べて、そこからもし日本語のリンクがあれば、そこに行って確認する。これが一番いい方法かと思います。カタカナの言葉というのは簡単ではありません。それに日本語で決まった言い方というものがある場合がありますから、大都市じゃないようなもの、自分の名前も含めて決まった言い方、決まった書き方、日本人に聞いて確認するか、ウィキペディアで調べるというようなことをして、なんか書いたんだけども、日本人が全然わからないというようなことにならないように確認するという作業を怠らないようにしてください。文法表現は以上でした。最後、カタカナ、漢字、ひらがなも少し見ておきましょう。勉強、ね、長い音、最後、勉強なんですけども、長いおの時は、うを使うということをもう一度思い出しておいてください。絵を描く。おを間違えないでください。カタカナ、町の名前、それから自分の国のカタカナ表記、しっかり確認をしてください。それからスポーツもカタカナの名前が大体ありますから、オリジナルの発音と若干違った書き方になることがありますので、いちいち確認した方がいいと思います。特にこの長い線ですね。長い音、想像できないようで、ここも同じ、サッカー、日本語では最後、伸ばす印がいるということを覚えておいてください。ダンス、大丈夫ですね。サイクリング、こういうふうに書きます。長いですね。こんな風な綴りになるので気をつけてください。具もしっかり書きますから。バスケットボール、つが入ります。バレーボール、レの後は長い音になります。漢字に関してはこれぐらいのものを使っておきました。教科書などで確認しておいてください。はい。今日のお話ししたもの、文法に関してはこれぐらいのページに書いてあります。この最後のやつなんですが、私が使ったのはカナバージョンというやつで、それの1だけじゃなくて2と3にも書かれてありましたので、そちらの方を見て確認しておいてください。今日はこれぐらいにしておこうかと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたか？2回に分けて自己紹介文の書き方についてお話ししました。まだまだ簡単な文法しか使っていませんが、いろいろな表現のバリエーションがありますので、これをスタートに自分なりの紹介文を書けるようにチャレンジしてみてください。最後になりましたが、皆さんのチャンネル登録があれば励みになります。サポートよろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。